皆さん、こんにちは、エマです。優しい日本語でいろいろなお話をお届けするエマのポッドキャストへようこそ。皆さん、今日もいかがお過ごしですか？私が住んでいる奈良県は、実は今日とても暖かくて、もう春を通り越して、あっという間に夏になってしまったような気温です。そして、実は皆さん、今わかる通り、私、半袖の服を着ています。半袖のワンピースを着ています。そして今日はですね、とても暖かかったので、外に出かけてきて、あるものを買ってきました。ででーん。観葉植物、ガジュマルという木です。ガジュマル。皆さん聞いたことありますか？まず、観葉植物っていうのは、インテリアとしてこうやって飾るためにある植物のことです。そして、この観葉植物がガジュマルという木です。皆さん、今日はもう2つも新しい言葉を覚えましたね。そして今日こうやって今お話ししている通り、とても暑いんですね。皆さん暑くなったら冷たいものを食べたくなったり飲みたくなったりしませんか？そういう時にきっとカフェに行く方が多いと思います。なので今日はそういったカフェについてのお話をしていきます。この動画では私がカフェに行った時のちょっと面白かったエピソードだったり、あとはカフェで使われる言葉とかも少しご紹介しようと思うので、よかったら最後まで楽しんで聞いていってもらえると嬉しいです。そして実は最後に大切なお知らせもあるので、皆さんぜひ最後まで見ていってくださいね。では今日も早速始めていきましょう。では早速お話ししていくんですけど、皆さんカフェは好きですか？カフェ。私は実はあんまり行かないんですけど、でも好きです。カフェ。なんで行かないかというと、まあ皆さん見てもわかる通り、私は家が大好きなので、そもそもあんまり家から出ないんですね。なのであんまり行かないんですけど、外に出た時、友達と遊びに行く時とか、親と出かける時とか、そういった時はたまにカフェに行くことが多いです。そしてね、実は私前に一回だけ一人でカフェに行ったことがあるんですね。なんでカフェに行ったかというと、プレゼントを買いに行ったんです。お母さんにコーヒー豆をプレゼントしようと思って、それでカフェに行ったんですね。スターバックスに行きました。そして実は私その時スターバックスにほとんど行ったことがなくて、もうほぼ初めてみたいな感じだったんですね。一人で行くのは初めてで、人生で3回目ぐらいのスターバックスだったんですね。日本ではスターバックスのことをスタバというので、今からはスタバという風に言っていきます。そしてスタバでコーヒー豆を買おうと思って、私はよくわからないまま、好きなコーヒー豆選んで、これプレゼント用にお願いしますって店員さんに持って行ったんですね。で、そしたら、引きますかって聞かれたんです。引きますか？私は何を聞かれているのかわからなくて、ちょっと適当に返事しちゃったんですね。もうなんか初めてというかほとんど行ったことのないスターバックスで初めてコーヒー豆を買うからとても緊張していて、引きますかの意味がわからなくて、私は大丈夫ですって言ったんです。大丈夫です。日本語ではこうやって何かしますか？弾きますか？行きますか？とかそういった風に聞かれた時に大丈夫ですって答えるとノーの意味になります。断ります。これは。なので私は断ってしまったんですね。何を聞かれてるのかよくわからなかったから。
そしてこの後にプレゼント用にラッピングしてくれたものを渡されて初めて気づいたんですね。引きますかっていうのは、コーヒー豆あるじゃないですか。コーヒー豆。これを引くと粉になります。粉。私は、引きますかって聞かれて、大丈夫ですって答えてしまったから、豆のまま渡されちゃったんですね。まあ、完全に私のせいです。私が、どういうことですかとか、もう一度お願いしますってちゃんと聞いていたら、こんなことにはならなかったんですけど、私は緊張していたのもあって、早くスターバックスから出たかったので、もう、大丈夫です。そのままで、みたいな感じで返事をしてしまったんですね。これが私のおっちょこちょいなエピソードです。ちょっと面白いでしょ？うん、バカですね。自分でも思います。なんですけど、皆さん、なんで私がこのお話をしようと思ったかというと、この前コメントで、スターバックスの店員さんの話すスピードが速すぎて日本語を聞き取れないっていうコメントをいただいたんですね。本当にその通りだと思います。私も全く聞き取れないんですね。スターバックスさんってやっぱり忙しいのもあるんだと思うんですけど、かなり話すスピードが速いので、私もちょっとよくわからないまま、さっき話したエピソードのように適当に返事をしてしまうんですね。だから私はあんまりスターバックスに行かないんですけれども、でも皆さんきっと好きな方たくさんいらっしゃると思います。なので私のアドバイスとしては、わからなかったらもう一度お願いしますとか、もうちょっとゆっくりお願いしますっていうのはちゃんと伝えてしまって大丈夫だと思います。実際にね、かなりスピードが速いんですよね。で、私今日カフェで使えるフレーズをいくつか紹介しようと思っていたんですけど、あの、ちょっと難しいんですね。かなり基本的なことしか教えることができなくて、これはなんでかというと、私が働いているカフェは、コーヒーが専門、スターバックスのようなコーヒーとかフラペチーノとかティーとかそういうのが、人気というか、そういうのが中心となっているわけじゃなくて、私の働いているところは喫茶店なので、コーヒーだけじゃなくて、ランチですね。軽くご飯を食べるところなんですね。なので、あんまり、カスタムの仕方とか、スターバックスとかのチェーン店で使えるようなフレーズは教えることができないんですね。ごめんなさい。でも、本当に基本的なものだと、例えば、スターバックスでも聞かれると思うんですけど、ご注文いかがなさいますかとか、ご注文何にいたしますかとか、これはオーダーを聞くときですね。皆さんが何を注文したいか、そういうのを聞かれます。なので、皆さんの答え方としては、例えば、ホットコーヒーお願いします。アイスティーお願いします。このお願いしますっていうのがとても便利です。私も絶対に使います。カフェだけじゃなくて、ご飯を食べに行った時、居酒屋に行った時も、例えば、ビールお願いしますとか、ハイボールお願いします。枝豆お願いします。こんな感じで注文するときに使えるとっても便利なフレーズなんですね。なので皆さんも何か注文したいときは、これをお願いします。そういった風に使ってみてください。そして、あと私が他のカフェで、聞かれたことがあるのは、何か食べるものを頼んだんですね。クロワッサンとかだったかな。パンを頼んだ時に、温めますかって聞かれました。温めますか？これは皆さん、あったかくしますよね。レンジとかでチンしますよね。温かくします。これを聞いてくれているので、温めてほしいときは、お願いします。
この時もお願いしますです。とっても便利なフレーズなので、ぜひぜひ使ってみてくださいね。そして私が働いているような喫茶店とかでよく聞かれるのは、きっとお砂糖とミルクいかがなさいますかです。お砂糖とミルクいかがなさいますか？これは砂糖とミルクいりますかいりませんかということです。もしあなたが砂糖、ミルク欲しいときはお願いします。なので皆さん何か注文したいときやお願いしたいときはお願いしますというフレーズを使ってみてくださいね。そしてちょっと違う話になるんですけど、私はカフェで毎日着物を着て働いています。着物。日本の伝統的な衣装です。着物を着て働いているので、正直とても大変なんですね。着物を着たままコーヒーを入れたり、ご飯を作ったりしないといけないので、とても大変なんですけど、しかも最近暑くなってきたから、すごく大変なんですね。でも、日本の伝統的な衣装である着物を着て働けるっていうことは、私にとってとても幸せなんですね。すごく楽しいです。なので最近はね、大変なこともあるけど、すごく楽しみながら毎日働いています。では今日はこんな感じで、私のカフェでのちょっとおっちょこちょいなエピソードだったり、他にも便利なフレーズですね。お願いします。そして皆さんわからないとき、何を言われたかわからないときはもう一度お願いします。ゆっくり話してもらえませんか？こういったフレーズがとても便利なので、ぜひ日本旅行に来た時だったり、日本に住んでいる方でカフェに行きたい方、カフェに行くとき、飲食店に行くときは、ぜひぜひ使ってみてくださいね。では最後に最初にお話ししていた大切なお知らせについてお話ししていきます。これはですね、私実はパトレオンを開始しました。皆さんパトレオンはご存知ですか？パトレオンっていうのは会員制のものなんですけど、ちょっと読み方合っていますかね？パトレオンですかね？この私のパトレオンに参加していただくと、3つ大きく今のところは3つ特典があります。パトレオンに参加してくれた人は使える機能です。一つは Spotify で聞けるようになります。私のポッドキャストが Spotify で聞くことができます。そして二つ目はトランスクリプトを読むことができるようになります。私がこうやって話しているものがトランスクリプトとして手に入るようになるので、皆さんがもっともっと日本語を効率よく勉強できるようになると思います。そのトランスクリプトを見ながら私の声が聞けるようになります。そして3つ目は週に1回投稿をします。この投稿では大切なフレーズだったり、大切な単語、大切な名詞、形容詞、動詞だったり、そういったものを週1回配信していこうと思うので、よかったら皆さん私をサポートしていただけると嬉しいです。私も皆さんの日本語力がどんどんアップするような初心者の方から上級者の方まで皆さんが楽しめるようなものを作っていきたいなと思っています。皆さんがこうやって動画を見てくれていたり、皆さんが私をサポートしてくれることで、私はこうやって今、ポッドキャストを作ることができています。本当に皆さんありがとうございます。私もこれからもっともっと頑張るので、皆さんも私を応援してくれるととてもとても嬉しいです。では今日はこんな感じでカフェのお話と、そして私の大切なお知らせ、パトレオンのことについてお話しさせていただきました。いかがでしたか？皆さん楽しんでいただけましたかね？
少し長くなってしまったんですけれども、楽しんでいただけていたらとてもとても嬉しいです。本当にありがとうございます。では、今日の動画もいいなと思ってくれた方は、高評価、コメント、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。では皆さん、また次回のポッドキャストでお会いしましょう。じゃあね。